皆さんこんにちは。西予苔園の苔見沢です。今日は苔が茶色くなってしまう原因とその対処法についてお話をしていきます。今までの動画で、茶色くなる原因、6つの原因とその対処方法という動画も以前にお出ししているんですけれども、そちらの動画は割とマニアックな、薬害の話だったりとかですね、そういったお話をしてきました。で、今日のお話はもうメジャーな、もう皆さんがですね、もう苔テラリウムをやっていく上で茶色くなってしまうというご相談、私の方にもよくいただくんですけれども、で、一番よくあるパターンの茶色くなってしまう原因と、その対処方法について今回の動画でお話ししたいなと思って動画を回しております。で、今こちらにご用意しているのが、割とその一般的な要因、茶色くなってしまう要因として、挙げられるような、そういう症状の、苔テラリウムをお持ちしています。早速なんですけれども、一つ一つ詳しくね、見ていければと思います。まずね、結論から言ってしまうと、苔テラリウムでよく茶色くなってしまう主な原因はですね、やはり夏の暑さと、あと水分不足です。で、特に夏場茶色くなりやすい苔テラリウムで人気の苔というのはですね、玉苔であったりとか、あとは荒野の万年草、あとは大笠苔ですね。一般的には夏の暑さに弱い苔というのが存在しています。で、冬に元気で夏場はちょっと暑さが苦手っていう苔があるんですね。で、その代表的な苔が玉苔です。こちらの、こちらとかこちらとかこちらですね。ちょっとズームでお見せしたいなと思います。玉苔というのは冬に元気になる苔で、夏は休眠をする苔です。で、冬が得意な苔で、寒さには強い苔なんですね。ただ、夏の暑さにはめっぽう弱いと。そういうことになっています。で、こちら、温度計を見ていただくと、今こちらの環境がですね、10月10日なんですが、31度、31.3 度、湿度が 30% ということで、夏の暑さ、残暑の暑さでカラッとした暑さなんですが、真夏日ということで、かなり暑い状態です。で、西予苔園の苔テラリウムの作業場もこちらです。で、基本的には屋外の場所なので、外が暑ければこの場所も暑いということなんですけれども、基本的にはですね、これぐらい暑くても、実は、育成そのもの、多くの苔はですね、元気に育っています。特にダメージもなく、育っているんですけれども、玉苔に関しては、茶色くなりやすいっていうのは事実、茶色くなりやすい。こうして今、茶色くなってますので、玉苔は傷みやすいということなんですが、ただね、自然に自生している玉苔の、場所を、訪れてもですね、冬にすごく、立派なコロニーが広がるような玉苔のエリアを訪れて、そこを夏にですね、見に行くと、この同じようにですね、自生している玉苔がこのように茶色くなっているような、そういったケースっていうのが、自然の玉苔を見ていても、このような似たような状況というのは見受けられます。で、先ほど地元の玉苔の自生地のエリアを訪れてちょっと撮影した動画がありますので、こちらもちょっと見てみてください。こちらのポイントは、冬になると、ものすごく玉苔のコロニーが広がる
場所なんですけれども、今10月10日です。まだ夏の残暑が厳しい時期ではあるんですけれども、このように暑さと乾燥で卵気が縮れてしまっていますよね。見てください。こちらのコロニーはもう完全に茶色に変色しています。で、このように朽ちて、コロニーが朽ちて、このようにもう崩れてしまっていたりとかですね。ちょっとこの状態を見ると、とても無残な状態にも見えるんですが、夏場はこのように卵気はよく自然に自生している卵気でもこのようにね、茶色に変色するということはよくあります。こちらの方はまだちょっと、元気ですけれども、縮れてますよね。はい、ちょっと上の方へ行くとまだかろうじてコロニーがなんとなく緑のまま残っているところもありますけれども、ほとんどが茶色く変色しています。こんな状態でも冬になると、ここはもう壁一面卵気のコロニーで埋め尽くされてしまいます。それぐらいの環境としてはとてもいい環境のはずなんですけれども、夏場はね、どうしてもこのように茶色くなってしまうということがあります。自生している卵気でもこのように茶色くなりますので、特に卵気はですね、夏場茶色になりやすい苔ではあります。卵気はやはり寒い時期に元気に育つ苔なので、寒い時期になると、コロニーをね、どんどん成長させて、寒い時期に成長してくれる苔なので、夏場はね、成長が止まったり、このようにね、ダメージを受けて茶色くなったりすることもあるんですが、これがね、ちょっとやっぱりどんどん寒くなってきて、冬になると一斉に復活して、ブワーっとここも花が咲いたような、この一面ね、花が咲いたようなコロニーを見せてくれます。なのでね、自生している苔をよく観察してあげることで、この茶色になるというね、この、サイクルも、自然の、状態としてもあり得るんだということをね、頭の片隅に置いておいていただくと、茶色くなってしまった場合でもね、落ち着いて対処ができるんじゃないかなと思いますので、皆さんこの夏場の状態の自生しているコロニー、自生している卵気の状態というのも皆さんね、知っておかれるといいかなと思いまして撮影しました。はい。動画を見ていただいてわかる通り、自然に自生している卵気も夏場はね、枯れて茶色くなっているというようなことが普通にあります。ですけれども、この夏場に茶色くなったからといって、もうダメになったわけではなくて、卵気はですね、夏場は茶色くなって、冬にまた復活してというようなことを、自然の状態として、自然の姿としてそのような状態を繰り返しているのが、自然といえば自然なんですね。なので、卵気に関しては、このように茶色くなってしまっても、こんなに、気にするというかですね、大ごとになってるわけではないので、これは茶色くなるのもそれは熱くなると、苔も茶色くなることありますよということを覚えておいていただければと思います。で、卵気に関しては、これ今しおれてるんですが、水をかけるとですね、また元気な姿に。今しおれてますのは、これは乾燥しているからしおれてるだけですね。また、こうやって水を与えてあげて、しばらく置いておくと、ピーンと茶色くなってもですね、元気な状態にまた戻ってくれます。縮れた状態がですね、元の本来の姿に戻ってくれますので、水を、この茶色くなってもですね、普通に育ててあげる感覚で、こうやって水をあげると。
っていうのが大事ですね。それで、また、涼しくなってくると、新たな芽を出して、またコロニーが一段と広がってくれます。そういうことで、茶色くなって、で涼しくなると、また復活するということを繰り返しながら、コロニーを成長していく苔なんだということを覚えておいてください。なので、このようにね、普通にまた水をあげて管理してあげれば問題ありません。ということで、卵毛が茶色くなった場合は、普通にそのまま育てていってもらえれば問題ないということですね。はい。で、これは今屋外で管理している苔なので、茶色くなりやすいということがありますけれども、室内で、管理している作品であれば、あんまりここまで茶色くなるっていうこともそうそうないと思います。あまり涼しい場所に退避してあげれば、それに越したことはないんですが、別に、茶色くなっても、それはそれで、自然な姿だということで、そのまま育ててあげていいかなと思っています。はい。続いて、こちらですね。私が栽培している、高野の万年草のパターンでいくとですね、こちらですね。そうですね。はい。見ていただくと、一部ね、毛先が茶色くなってしまっているような状態の高野の万年草がありますよね。で、この一枚めくっていただくと、こちらはまだ茶色くなることなく元気に育っています。こういう感じです。こちらもちょっとめくってみましょうかね。続いてこちら。こちらはですね、はい。こちらに、オオカサゴケがあったりとか、これ卵毛があったりとか、で、高野の万年草があったりとか、高野の万年草もちょっと毛先茶色くなっていますよね。はい。これもですね、やはりこれもですね、やはり夏場の暑さプラス乾燥ですね、によって毛先が茶色くなっていくという現象が見受けられます。で、高野の万年草はですね、特に毛先が茶色くなりやすいんですけれども、暑い時期に葉先が乾燥すると、このように葉先から茶色くなっていくというような現象がよくあります。で、高野の万年草はですね、成長のこのサイクルがありまして、高野の万年草、夏の暑い時期になると、この枝葉を伸ばす時期になるんですね。で、夏の暑い時期に枝葉を成長させるサイクルに入った時に、葉先、枝先が、乾燥してしまうと、茶色くなって枯れやすいと。葉先が、枝先が枯れやすいということがあります。なので、暑い場所で育てる場合ですね、葉先の、枝先の乾燥に注意しながら、ちょっと水分が多めぐらいの感じで育ててあげると、茶色になりにくいということなんですけれども、で、高野の万年草自体は、暑い場所でも元気に育ちます。で、高野の万年草、オオカサゴケもそうなんですけれども、暑い場所でも元気に育ちます。で、卵毛は暑い場所が苦手で寒い時期に元気になる、傾向、特性がありますけれども、で、オオカサゴケ、高野の万年草は、寒さに強く、で、暑さにも強いです。で、高野の万年草、オオカサゴケはですね、暑さが苦手というような、
ふうに思われている方が結構いらっしゃるんですけれども、苔のね、辞典とかを見ていただくと、オオカサゴケ、高野万年草のですね、南の熱帯地域とかでも、その分布としてはですね、自生しているという苔なんですね。寒さに強く、暑さが苦手というイメージが先行してしまっているこの2つの苔なんですが、実は暑さには強いんですね。ただ、その暑い時期の成長プロセスに合わせて、この枝先の成長の時期に枝先が乾燥してしまうと茶色くなってしまいます。ということがあります。なので、夏の暑い時期はですね、特に水分の蒸散も早いので、オオカサゴケ、高野万年草は特に葉先が乾燥しないように、葉っぱが乾燥しないように、水を霧吹きでたくさんあげておくと茶色くなることはないのかなと思います。で、続きまして、これは高野万年草特有の現象なんですけれども、高野万年草はですね、この、成長の、プロセスとして、どんどん自分の体から新しい芽を出して新芽を増やすタイプの苔なんですね。これちょっと見ていただくとわかるかな。高野万年草は自分の株からですね、枝分かれというか、そこからクローンを作るように、このように新しい芽をですね、自分の体から出して新芽を出してくれます。で、新芽を出した後ですね、その新芽がどんどん成長していくんですけれども、新芽の成長と合わせて、元々の本体の株が、色がちょっとくすんで、黒くなってくるというかですね、茶色っぽい色にどんどん色が変化していきます。で、最終的には、こちらの画像のように真っ赤にしおれて、で、自分の役目を終えるかのように、世代交代していくんですね。で、こちらの枝と、こちらの枝、明らかに色が違いますよね。これは新芽なんですね。新芽はすごく鮮やかな明るい緑色をしていますが、親株はちょっとくすんだような濃い色に変わってきます。なので、そういう成長サイクルによって、茶色くなっていくということも、高野万年草に限ってはありますので、なので、自然の摂理としてですね、茶色くなっていくということもありますよということを覚えておいてください。それでは、あとはですね、こちら、ヒノキゴケです。よく使われる、よくコケテラリウムで使われるゴケの、代表のコケと言ってもいいかもしれません。ヒノキゴケですね。ヒノキゴケも茶色くなることがよくあります。こちら。こちらの株は元気ですけれども、この辺りですね、毛先が茶色くなってきていますよね。はい、ヒノキゴケも、毛先の乾燥に割と弱かったりします。で、毛先からね、ヒノキゴケは茶色くなりやすい苔なんですけれども、で、あとは高野万年草と同様に、自然の、その寿命ではないですけれども、植物がね、紅葉するかのように、その茶色くなっていくという株、自然の摂理として茶色くなっていくというですね、その寿命ではないですが、正常に紅葉していくというようなこともありますし、新芽がどんどん出てきて、で世代交代していく中で、古い株が茶色くなっていくというような自然の摂理もあります。あとは、暑さと乾燥で茶色くなっていくということもあります。これ普通の植物として枯れてしまうということですね。
いうこともありますけれども、割と毛先から茶色くなりやすいので、ヒノキゴケに関しては茶色くなったところはですね、もう取ってあげたらいいかなと思います。ハサミで切ったりとかしてあげるといいですね。この奥に、オオカサゴケがありますが、これはもうだいぶ傷んでますね。取っといてもいいですね。これはいつの間にか茶色くなってそのままにしていましたので、あんまり状態としてはよろしくない状態ですね。取っておきましょう。はい。こんな感じです。で、最後に、よくある、茶色くなってしまう原因として、皆さん結構見落としがちなことがありまして、それはですね、照明とか、日の光が強すぎる、明るすぎて茶色くなってしまうというようなこともあります。で、先ほど、取り除いたオオカサゴケなどもそうなんですけれども、で、卵毛とか、高野の万年草ですね。あとは、細葉オキナゴケとかもそうなんですけれども、日の光が逆に明るすぎて茶色くなってしまうというようなことが結構皆さん陥りがちで、最近だと LED のこの植物用の照明などを使ってコケテラリウムを育てていらっしゃる方が結構多いと思うんですけれども、その照明をよく使われている方で、光源が近すぎてですね、葉が焼けてしまっていて、それ、見落としてしまうというようなことが結構あります。で、水分も、上手に上げられていて、で、気温も、十分に、暑くなりすぎないような上手なところを育てていて、で、換気なんかも十分にされているというような、それでも茶色くなってしまっているというようなことでご相談をいただくことがあるんですけれども、その場合は意外に照明が強すぎるんじゃないですかということでアドバイスをすると、で、それで改善したというようなこと結構ありますので、逆に明るすぎには注意していただければなと思います。はい。今日のところはこんな感じです。茶色く、コケテラリウムで苔が茶色くなりやすい、一番多いパターンですね。暑くて、で、夏場が苦手な苔が夏、茶色くなりやすいというようなことがありますが、それは別に自然の苔も同じなので、卵苔は特にですね、あまり茶色くなってもそのまま、育ててあげると一番いいかなと思っています。で、高野の万年草、夏場はですね、葉先の乾燥に注意してください。で、ヒノキゴケなんかは、毛先が茶色くなりやすいので、寿命ということもあったりします。なので、茶色くなった分カットしてあげて、で、新芽を出すようにしてあげるといいかなと思います。はい。ということで、苔が茶色くなってしまう、王道パターンの、原因とその対処方法を解説いたしました。また、いろいろですね、今 LINE で、苔の相談などをたくさん今いただいてるんですけども、お気軽に何かご質問あればですね、LINE とか、コメント欄でも結構ですし、いただければと思います。はい。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画よろしければ、グッドボタンですね。で、または、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。